皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢関連でロシアの石油資源について解説します。先日行われたウクライナ・ロシアとの間における停戦に向けた直接協議。この協議においては、ロシア側からウクライナ属国化に向けた条件がいくつか提示され、ウクライナ側がこれを拒否。協議それ自体は引き続き行うものとはしたものの、ロシアが自分たちにとって非常に有利な条件が整わない限り、決して停戦は行わないというかなり強い意思表示をしました。この協議の最後の方には、ロシア側政府高官が、我々ロシアは永遠に戦い続ける覚悟があるなどといった、かなり恫喝めいたセリフも飛び出し、これが報道されています。プーチン大統領はそのように考えているかもしれませんが、彼自身人間ですから永遠に戦い続けられることができるわけではありません。そのことを突っ込むのはちょっと野暮にしても、ロシアの国力は果たして永遠というレベルで戦争を続けることができるのでしょうか。最初に結論から言えば、そんなわけがありません。現在ロシアの戦時経済は、ロシアの大地が生み出すエネルギー資源によって成り立っています。そこで皆さんに聞きたいのが、皆さんが子供の時に石油はあと何年でなくなるというような話を聞いたことはないでしょうか。私が子供の頃には、あと50年ぐらいもしたら石油資源がなくなってしまうかもしれないなんていう話を聞かされたものです。しかし大人になった今では50年どころか国によってはあと100年や200年ぐらい持つかもしれないなんていう話も聞きます。昔に比べて今の方が石油資源を見つける能力がより高くなりましたし、従来ではとてもではありませんが採算の合わなかったものについても技術の発達に伴って採掘可能ポイントも増えました。またシェールオイルのような従来では活用できなかったものも活用できるようになりました。そのようにして技術やコスト面での変化などにより昔と今では状況が変わっているのです。では、そのように状況が変化した話を前提としても、ロシアの石油資源は一体いつまで持つのでしょうか。モスクワタイムズの記事より、ロシアの石油資源はあと30年分も残っていない。ロシアは前世紀半ば以来、海外で石油を売り、その代わりに技術や消費財を購入することで、石油による繁栄を享受してきたが、その終焉は驚くべき速さで近づいている。ロシア連邦の確認済み石油埋蔵量は、生産26年分にしか満たないと天然資源省の長官が国会での政府演説で述べた。長官によれば、ロシアの石油埋蔵量は合計310億トンと推定される。しかし、利益を生んでいるのはそのうち3分の1、つまり130億トンだけです。現在石油会社は毎年約5億トンの石油を地中から汲み上げています。長官は証明済みの埋蔵量に加えてロシア領土には950億トンの石油資源があると述べました。しかしそのかなりの部分は抽出が困難であるという点が問題だと説明しました。政府が4月に承認した2050年までのエネルギー戦略によれば、ロシアの石油生産は今後数年間で急速に減少し始める可能性があります。従来のシナリオでは、現在の年間5億4000万トンから2036年には4億7700万トンに、2050年には2億8700万トンに減少する。西側諸国による制裁強化や世界における脱石油などの影響により、2050年までにロシアの石油生産量は年間わずか1億7100万トンとなり、現在の3分の1に減少する。どうしてロシアの石油産業について注目するかといえば、それがロシアにとって大黒柱となっているからです。現在ロシアの GDP に占める石油ガス産業は全体の 20%、輸出品目としての金額でも石油ガス関連は 50%、ロシア連邦の収入に占める石油ガス収入は 30% 程度を占めます。もちろんロシアはその他の地下資源も持っていますが、それでも金額ベースで考えた場合においては圧倒的に石油や天然ガスに依存しているのです。こちらのグラフはロシアの石油がどれだけあり、それがどれだけ採掘されることによって減少していくかを示す図です。右軸が年数、そして縦軸がロシアが産出可能な石油資源の量です。毎年毎年掘れば掘るだけ残りの分が減っていくという、非常にわかりやすい図です。埋蔵量がどんどんとなくなっていくというだけではなく、輸出品ですからそれがうまく売れるかどうかもまた重要なことです。足元では中国経済の減速といったものも影を落としています。中国はロシアからの石炭と石油の購入を大幅に削減した。中国はロシア産のエネルギー資源について
購入を大幅に削減した。中国税関統計によると、4月の石炭と石油の出荷量は前年同月期で約 13% 減少した。ロシアの石炭産業はヨーロッパ市場を失い、中国市場への輸出を図ったことで、むしろ深刻な問題を抱えています。中国側は、2024年にロシア産原材料に関税を課し、供給を制限しています。ロシアエネルギー省によれば、昨年採算が取れない石炭会社の割合は 50% に達し、総生産量の約 9% を供給していた大企業は破産寸前の状態にあります。ロシア当局は鉄道による石炭輸送に割引を提供し、輸出供給を保証することで業界を支援しようとしています。しかし、中国は石炭の購入を減らし始めているため、政府の支援は業界を助けないかもしれません。4月には総輸入量が 16% 減少。石炭に関しては全ての主要供給国からの購入量が減少しています。インドネシアは 20%、オーストラリアとモンゴルからは 3% 減少しています。石炭の国内価格は4年ぶりの安値に下落し、利益率が低下していると指摘されています。まず最初に埋蔵量がそれなりにあるのに、大半はほとんど役に立たないとなぜ言っているかについて解説しておきましょう。石油を掘るというこの作業それ自体は昔から行われてきました。その時ポイントとなっているのが、まずは採算が合うかどうかです。例えば、今ではもう全くなくなりましたが、昔で言えば黒い水が湧き出す泉があるといったようにして、もう自然と発見するようなできるところからまずは掘り始めました。その次に地上において非常に大きな油田を見つけて、そこから吸い上げるといったことが行われました。現在ロシアにおいて非常に多くの埋蔵量が確認されながらも、その大半が使い物にならないと言っているのは、大きな油田ではなく小さすぎる油田がたくさんあることです。例え話として言えば、総量100の埋蔵量が確認されたとしましょう。ある国においてはそれが50、50の2つの油田だったとします。この場合は非常に効率的に石油を取ることができます。一方において数量1の油田が100個あったとします。どちらも総量としては同じですが、一つ一つの量が少なすぎる場合においては採算が取れないということになります。掘っても掘っても赤字になってしまうというわけです。ロシアにおいて石油の埋蔵量がそれなりに確保されながらも 60% 以上が採算が取れないと判断されているのは、そのような一つ一つの油田の規模が小さいといったことが問題となっています。この問題に関しては、欧米の石油メジャーの技術協力を得られれば状況は改善すると見られています。しかし同時にその見込みは全く立っていません。2014年ロシアによるウクライナ侵攻に伴ってこうした石油メジャーとの取引は今ご法度の状態となっています。それからすでに11年が経っていますが、状況はさらに悪化しているわけですから、ここから先10年間や15年、20年といった単位で欧米メジャーの協力を仰ぐことができない状況になったとしても何ら不思議ではないでしょう。その間ロシアは自国の拙い技術での石油開発を続けるのではどうしても自利品の状態に陥るというのが現在の見通しだというわけです。これは国家運営という意味においては自由に使えるお金がどんどんと減るということを意味するわけですから、今の状況が維持できるわけではないことを意味します。また産出量それ自体が維持できなくなってくれば、輸出する量が減ることによる収入の減少といったものが始まりますが、最終的に20年、30年、40年と経った時に何が起こるかといえば、石油の埋蔵量は確認されるのに、自分の国で掘ることができなくなり、最終的には他の国から買わなければならないという時代も来るわけです。今回の記事であったように、ロシアでは20年、30年程度で採算が合う石油採掘ができなくなるという話だったわけですが、他の国においては状況が違います。他の主要産油国においては、現在のペースであれば50年、100年といった具合にして非常に長い期間、石油まだまだ掘れますよという国があります。そして、個人の単位から考えれば10年、20年、30年という年月は非常に長いものです。それだけにプーチン大統領にしてみれば、自分が生きている間に利益が得られるのであれば、そこで得た利益を戦争に全てつぎ込んだとしても何の問題があるのだと考えているかもしれません。現在のプーチン大統領は
ソ連の勢力圏といったものをかなり念頭にして侵略戦争を遂行している節があります。このような考え方はプーチン大統領だけではなく、ロシアの国会議員でも似たような考え方を共有していて、ロシア連邦にベラルーシとウクライナを加えて、ロシア連邦全体の拡大といったものを目指すべきだという考え方を示している人もいます。ソビエト連邦が復活することができないのであるならば、ロシア連邦そのものを加盟する国を増やすことによって、かつての広大巨大な勢力圏を取り戻すことができるというような考え方です。ただ、一人の人間という尺度から国家単位での尺度に切り替えた場合においては、30年、40年後には国の柱がもうなくなってしまうというレベルに衰退してしまうのは大きな問題となります。当然その後には国力の衰退といったものが見えてくるわけですから、今のうちに何とかしなければならないと考えるのが本来であれば重要なこととなります。しかし今のプーチン大統領は今のうちに得た利益を全部戦争に突っ込むんだということに夢中になっていますから、自分が死んだ後どうなるかについては全く何も考えていないでしょう。そもそも自分が侵略戦争を起こすことによって軍縮が続いていたヨーロッパが再軍備計画を提唱するようなことになっているわけなので、むしろ今後全体の状況としてはロシアを取り巻く環境は徐々に厳しくなっていくことは間違いありません。なお、そうは言っても10年、20年、30年と戦争を続けるわけにもいかないと考え、今の戦闘をいかにして収めるかについてもヨーロッパ側は苦心しています。そこでイタリアはつい最近新しい教皇が生まれたこともあって停戦協議の働きかけを行っています。ローマ教皇がウクライナ和平交渉主催の用意とイタリア首相が発表しました。新しい教皇もそれに合わせて声明を発表し、ウクライナ和平交渉のバチカン開催に合意したとしています。しかし、新しい教皇が和平会談の場を提供すると言っても、ロシア側はこれに乗りませんでした。ラブロフ外相は、バチカンでウクライナとの会談を拒否すると発表しています。トルコで行われたウクライナとの直接協議があったわけですが、その後どこで開催するかという意味でも、バチカンは決して悪い場所ではありません。少なくとも、ローマ教皇が直接的に関与するような話ではなく、あくまでも場を提供するだけの話だからです。しかし、ロシア側としては、結末としては物別れになることが分かっているものを、やすやすと受けたくなかったという本音があるのかもしれません。ローマ教皇が主催した和平会談の場をぶち壊してしまうというのは、さすがに体裁が悪いと考えたのかもしれません。そうした和平会談についての働きかけを行うと同時に、ウクライナ支援も同時並行しています。ウクライナの兵器生産を支援、デンマークモデル拡大。ウクライナ支援に消極的なトランプ政権の発足後、兵器不足に苦しむウクライナの防衛関連企業に投資し、自前で兵器生産を促す支援の方法がヨーロッパなどで広がっている。これがデンマークモデルと呼ばれ、支援国にとっても自国の兵器備蓄を減らさずにロシアとの戦闘に貢献できるなど利点も多い。ウクライナ政府が対象兵器と生産企業を提示し、支援国が内容を精査した上で投資する。ウクライナ政府によると、最初に始めたデンマークのほか、ノルウェーやリトアニアなどがすでに参加。これまでに約970億円の投資があり、自走砲や長距離無人機、対戦車ミサイルなどをウクライナで生産した。こうした支援方式はコスト面でも優れている。ウォールストリートジャーナルによると、リトアニアの国防省は、ウクライナ製の対戦車ミサイル、ストゥフナ P は、米国製のジャベリンに比べて価格が10分の1程度だと指摘した。プーチン大統領の侵略の意欲といったものはまだまだありますから、話し合いを行ったとしてもなかなか話がまとまるわけではありません。だからといって話し合いを求めないことそれ自体もまたおかしな話なので、まずは話し合いを求める。しかし、どうせ役に立たないだろうということを念頭に入れて、ウクライナ支援を模索しているというのが今のヨーロッパの姿です。そして支援の仕方についても今回取り上げたデンマークモデルのようなウクライナの企業に発注するという方式も取られるようになってきました。従来のウクライナに対する支援ではそれぞれの国において製造したものもしくは備蓄していたものをウクライナに渡すといったことが行われてきました。しかし、ここには大きな問題点がありました。それは、ヨーロッパは長い間軍縮にあり、防衛産業もまた軍縮対応の生産能力しか持
持っていませんでした。各国で使用されるのは演習の時ぐらいで、時々入ってきた注文は兵器の更新やグレードアップを中心としたもので、大規模に生産する必要が全くなかったのです。使わない製造施設を長い間持ち続けるというのは、特に民間企業においてはお金の無駄遣いにつながるわけですから、どうしても生産能力を維持する必要がなかったのです。しかし、ロシアによるウクライナへの本格的な侵攻が、国家間の大規模戦争が長期間続くという新たな状況を生み出しました。そこで今まさに軍縮が続いていたヨーロッパにおいて再軍備計画の発表が行われ、予算をつけてこれから何とかしていこうという動きが本格化しているところです。しかし、生産能力が足りないものを何とかしようと今努力はしているものの、足りないというその現実そのものはあるわけですから、ウクライナの産業に投資を行って現地製造といったものを増やしていこうというのがデンマークモデルです。ウクライナはソ連時代においても製造拠点となっていましたから、その基礎的な生産能力それ自体は持っています。しかし、ウクライナはロシアのような石油や天然ガスのような潤沢な資金源を持っているわけではありません。その分を各国の支援によって発注という形でお金が入ることによって製造能力を加速させることができているわけです。アメリカからの軍事支援が途絶えていく中において、ウクライナは今後どれだけヨーロッパとの関係を密にしていくかが重要となります。ちなみにヨーロッパはロシアに対する追加制裁第17次を発動させようとしています。この後18次制裁についての話し合いも始まるということなので、ヨーロッパの対ロシア政策というのは一貫してウクライナを支援し、ロシアに対する制裁を強化していくという方向で固まっています。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。